たいと思います。改めてご紹介をお願いいたします。ノートルダムの鐘演出のスコット・シュワルツさんです。カジモト役候補3名おります。まず、海宝直人でございます。飯田達郎でございます。田中明隆でございます。この子3名が候補キャストということになっております。ではどうぞよろしくお願いいたします。フランクな場にしたいと思いますので、どうぞここからはご質問をお受けいたします。ご質問の前にですね、御社名とお名前、ご表示いただければ幸いでございます。では、お時間は30分からでございますので、12時15分をめどに、15分めどにですね、写真撮影まで行わせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。では、よろしくお願いいたします。ご質問はございますか、どうぞ。スコットさんに、テーマ的な部分で今この作品を上演する意味についてどう考えたか伺いたいんですけれども、私は全部拝見したわけではないのでまだよくわからないと思いますが、オーディションでエスメラルダの最後の方のセリフで、もしかしたらこの世界に対して分担のない世界の願いっていうのが一つの大きなテーマなのかなというふうに思ったんですけれども、現状の今の世の中を見てみると、アメリカの大統領選で私と分断というか、当然言われているような状況がありますが、こうした中でこの作品を上演する意味合いっていうのをどう捉えていらっしゃいますか。I talked about this on the first day I arrived here, actually, because it was very shortly after the US election. 実は憲法に合流した初日に、この話を俳優さんの皆様にさせていただきまして、ちょうど大統領の選挙の直後だったので。And I'm not going to get into my personal political beliefs and leanings, but I do think that certainly in the US and in much of the West, in Europe, and I think around the world, there seems to be a movement towards exclusion and towards kind of homogeneous nationalism that has risen up. 私の個人的な、政治的な観点や考えをこちらで一切することはないんですが、少なくともアメリカやヨーロッパ、西洋においては、やはり他者を排除するような傾向が最近は強いんじゃないかと思います。単一的なナショナリズムを好むような傾向が最近多いんじゃないかと思っています。We hear a lot of talk and a lot of our political leaders saying that we need to build walls and we need to separate different ethnic groups and we need to protect ourselves. And the only way to do that is by closing ourselves off to things that are different than us and our society. 最近はよく政治的なそのリーダーの立場のある人間が、その壁を作らなければいけない、またその民族の間をその隔離しなければいけない、あるいは自分たちを守るためには、その他者から自分たちを離して排除していかなければいけないというような話を聞くことが多くなった気がします。And that's actually exactly what Frollo believes in Hunchback of Notre Dame. ノートルダムの登場人物であるそのフロロの考え方そのままなんです。So I do think that even more so than 2 years ago when we did the American premiere productions of this musical, it's more pertinent and more timely than ever. I'm kind of sorry to say that, I have to say, for our worlds. 2年前にこのアメリカの、こちらのノートルダムの鐘のプロダクションを開幕した時よりも今の方がよっぽど、このテー
ーマというものが普遍的なテーマとして非常にその通用するような時代になっているんではないかと思います。それは非常に残念なことだと思います。I will say one other thing, that, the musical doesn't try to provide easy answers to these questions. It's left to the audience and to the community that is experiencing the show every night to have their own discussions about the actions of the play and hopefully about these questions of how we as individuals and how we as a society deal with things that are other and things that are uncomfortable and things that feel foreign. And I think that's a good question to ask. さらにこのミュージカルというものはさまざまな問いかけをしているわけですが、それに対する、単純なその答えというものを提供しない作品なんです。でそれが、見ていただいたお客様、また、コミュニティ、上映しているコミュニティの皆様にその解釈を委ねる、作品になっておりまして、例えばその個人あるいは社会が他者あるいは自分たちとは違うがために居心地が悪いような気持ちをしてしまうことに対してどのように対応していくかという問いかけに対してお客さんに、見るものに対して解釈を委ねております。よろしいでしょうか。ありがとうございます。ご質問ございますでしょうか。講談社の月刊リズムファンの小池と申します。よろしくお願いします。橋本役の3人にお伺いしたいんですけれども、この作品の音楽を作られたのはアラン・メリソンとスティーブン・シュワルツで、2人はそのディズニーアニメーションを手掛けているわけなんですが、その映画のアニメーション20年前の公開時にプロデューサーの言葉がありまして、この作品は歌によって気持ちが高められ、不可能が可能になり、雰囲気が一瞬で一変する、イマジネーションを刺激すると、これがアニメでしたので、そういう部分が日本のマジックだねっていう話があったんですね。で、そのアニメーションと同じ曲もまたアレンジして、その作品が歌われていますが、橋本が歌われる歌の中で、そういう歌によって気持ちが高められたり、可能になったり、そういうことを感じる曲や歌詞がありましたら、それぞれ教えていただけますか。はい、そうですね、もう本当にどの楽曲も、僕はアラン・メンケンがものすごく小さい頃から大好きだったので、どの作品も大好きなんですけど、やっぱりノートルダムの鐘の音楽って重厚感があり、世界観もものすごく表現してますし、実際に歌ってみても、先ほどのアウトドアもそうですけど、とにかく音楽が気持ちを引き出してくれるというか、なので、そうですね、まずアウトゼアという楽曲、そのカジモノの中身で動いている思いだとかっていうのがある種妄想というか自分の世界の中で見えてくるものっていうのが表現されている楽曲なので、そのアウトゼアは本当に大事に歌いたいなと思います。みんなアウトゼアになっちゃう。でもメイド・オブ・ストーンっていう曲が最後にあるんですね。でこの曲は映画にはなくて映画では10秒ぐらいのシーンで終わっちゃうんですけど、なんかもう石像もうお前あっち行けみたいな感じで石像がもういいシーンになるみたいな感じで終わっちゃうんですけど、要するに演出サイドから言われているのはその頭の中にあるガーゴイルたちというか、要するに自分の想像するガーゴイルの声を排除してほしいみたいな。でそれに対しての自分の怒りとかパッションをぶつけて、頭の中から淘汰していってほしいみたいな話だと思うんですね。だからそういう上ではすごいイマジネーションも必要ですし、なんていうんだろう、自分に対しての怒りを要するに外に出してるわけじゃないですから、そういうところのお芝居の難しさというのを考えています。はい。さあ、3番目終わるんですけど、やっぱアウトゼアにしてもメイド・オブ・ストーンにしても、どの曲もストーリーがあるんだと、その曲の
同じそのアニメーションと同じものを使っている部分があって、だけどその中で歌われている僕たちそのカジモトの感情っていうのはより原作だったり、よりお客様に対して生の感覚を今演出つけてもらっているところですので、そのアニメと同じ楽曲の中に流れる根底っていうものを今見つけている最中です。よろしいでしょうか。今申し上げましたアウトゼアとメイド・オブ・ストーンですけれども、楽曲の翻訳はアウトゼア日差しの中へと、でメイド・オブ・ストーンは石のようにというタイトルで今原稿を行っております。はい、すみません、日本テレビのジップの早と申します。よろしくお願いします。スコート・シュワーツさんのまず質問があるんですけども、今回ファンタジックの作品とはですね、ドラマチックでシリアスな作品ということで、演出も多分これまでのものとは全然違うものだと思うんですけれども、どういった点に一番気をつけていますか？Our intent with this stage adaptation was to base it on the novel by Victor Hugo as well as on the Disney animated feature. その舞台版を作るにあたって我々が目指していた意図っていうのは、その原作であるそのビクトル・ヒューゴアとそのディズニーのアニメーションの作品と両方に基づいて作り上げようと思いました。I mean, it's one of the great novels and best known stories of Western literature, I would argue. And so to be able to return to that core, which of course is what the movie was based on as well, has been incredibly rewarding for all of us, I think, actors and the creators. その原作となっているそのビクトル・ユーゴアのその小説というものは西洋文学の世界の中でも本当に卓越している作品だと思います。ディズニーのアニメーションももちろんこの原作を元にしているんですが、やはりこの原作にもう一度その戻るというか、その帰ることに私は喜びを感じました。It's a brutal novel and a painful novel, and Hugo's worldview was quite cynical, actually. These are three things which one doesn't normally associate with a Disney product. I'll let you say that. その実際のその原作っていうのは内容をご存知な方はご存知だと思うんですけど、その非常に残酷で痛々しい、作品なんですよね。でまたユーゴの世界観というのは非常にシニカルというか悲観的なものでして、そのディズニーの作品にはなかなか取り上げない領域だと思います。But the story also has a core of hope, and it has a light which flickers but tries to drive out the darkness. And I think that's the thing we've been most conscious of in working on this production, is how to be true to the darkness of the world that Hugo created, but find the opportunity for hope. やはりこのストーリーには原作にはそのまた中核には望み、希望というものがあります。またそれ以外にも光が表現されているところがあるんじゃないかと思います。瞬くような淡い光なんですが、やはりその闇を排除するような力強い光も表現されていると思います。その辺を私がその象徴するためにこの、劇場版を作るにあたって意識したところです。その原作のユーゴアが描いた世界の闇っていうようなところもその忠実に表現しつつ、その中にその望みをその諦めずに求めるっていうようなところを描いたつもりです。I will add that it's also a wonderful love story, and it's a love story that's complicated in a way that
that's more complicated than you find in many musicals, because there are actually 4 different characters, all of whom love each other in different ways, some healthier than others. And that's been a great joy to explore, and to, of course, have at its heart a musical about love is a real pleasure. またそれ以外に付け加えさせていただきますと、また素晴らしいラブストーリーも描かれています。もちろん非常に複雑なラブストーリーではございますが、他の作品に比べてやはり四角関係というようなところがありますから、そういった、愛っていうようなところものテーマを追求していくっていうことも自分にとっては非常に喜びでしたし、そのミュージカルの中核にその愛を描くということは私が非常に楽しいと思ったところです。よろしいですか。読売新聞の野口と申します。白石さんに伺いたいんですけれども、今のカンパニーでのお仕事、どのように楽しんでいらっしゃいますかという点と、もう一つ、本番に向けてどういう点をブラッシュアップしていきたいか、どういうところを引き出していきたいか、この点を聞かせていただきます。Sure. Well, I'm very much enjoying the rehearsal process. This is an amazing company of actors and an amazing theatrical production company to work with. Really, in my experience, pretty unparalleled. The amount of preparation, the dedication, and the theatrical skill that all of the actors and Shiki employ is extremely impressive to me. 非常に日本のまたこの劇団のこれだけの有能な俳優の皆様とその稽古を日々できて非常に楽しませていただいております。何よりもその一人一人のその俳優の腕が非常に良くて、私がこの長年やっている中でもこんな劇団というのは、本当に世界には類がないというふうに考えております。その皆さんが日々努力していただいている、その下準備していただいている、また皆さん一人一人ものすごく人生を尽くしてくださって、この作品を一緒に作り上げていただいているなというふうに感じますし、一人一人俳優さん、またその劇団四季がその雇っている俳優さんのスキルの高さに日々驚いております。In terms of what I'm looking forward to and continuing to focus on is a little bit of what you saw us working on today in rehearsal, which is continuing to push deeper into the characters and find more and more layers of complexity in the moments that the characters are going through and in the story. でまたこれからより焦点を当てて稽古していきたいなというふうに思っているのが、本日見て見学していただいた通り、それぞれの登場人物のこの心理にもっと深く入り込んでいって、そのさまざまな層になっている、その複雑さというふうなところを一人一人から引き出していきたいなというふうに考えております。I will also say, we're almost done with our time in the rehearsal studio. And we're going to be moving to the theater next week to start our technical process, and I'm very much looking forward to that as well. I was over at the theater on Monday, and I saw the set on the stage, and I think it's really very, very beautiful in that theater. It's a wonderful theater, and I think hopefully the physical production will fill the space, which I felt was a theater space that was both grand and intimate at the same time. And in a way, that's kind of what we're trying to do with the show, that it feels grand and very intimate. でもうすぐこの稽古場での稽古というものが終わりなんですよね。これから劇場に移動してさまざまな技術的要素というようなものを重ね合わせて仕上げていくわけですが、ちょうど月曜日に劇場に行ってまいりまして、セットがどのような形で設定されているのかとか見学させていただきました。非常に美しくできていて、本当に素晴らしい劇場だなというふうに感じ
劇場は非常に大きいんですが、また非常に一人一人と近く感じられる、お客様と近く感じられるような場所だと思いました。作品を作り上げるにあたってそのようなところをまさに目指していきます。その壮大ながら一人一人とその近さ、親密さというようなところ